もう痛すぎて手が冷たくなって汗かくみたいな。卵巣がこう15センチくらいで大きくって、どうやら破裂しかけてるらしい、準緊急みたいな感じで手術になって、右の卵巣を取りましょうってなりました。いや、ちょっと癌だと思うんだよねって言ったんです。はい、それではがんノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストは村上さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。村上さん。はい。はい。今日はですね、村上さんの卵巣がんや子宮体がんのご経験談お話を聞いていきたいということ思うんですけれども、まず私のですね、自己紹介として、MC を務めます岸田と申します。25歳と27歳でがんを経験しておりまして、今、がんノートの代表理事をしております。そしてですね、今日のゲスト、はい、村上さんでございます。村上さん、簡単に自己紹介いただいても構いませんでしょうか？はい。村上かなと言います。北海道出身で在住で、札幌に住んでいる42歳です。で、家族は両親と弟がいて、今、両親と一緒に住んでいる感じです。で、仕事が看護師をしていて、それをしながら通信大学で勉強しているところです。あと、趣味ですね。趣味は、里親をしているので、預かっている間は育児が趣味で、あと体鍛えるのにジムに行っています。という感じです。はい、ありがとうございます。はい。村上さんね、そして、卵巣がん、子宮体がんの経験者であるということでございまして、ちょっとね、その経験談を、これからいろいろお話を聞いていきたいなということを思っております。ここからですね、感情の浮き沈みなどをグラフでこう表現していきますので、こちらをご参考に見ていただければと思います。まず村上さんのペーシェントジャーニー、こちら。はい。最初の方がこう下がっていって、その後上がっていってという風な形になるかと思いますけれども、まずですね、ちょっと、一つずつお伺いをしていきたいと思います。それではですね、まず一つ目。終末期病棟を退職と書かれていますが、村上さん、看護師で病棟で勤務されてたってことなんですよね？そうです。はい。私、もともと、看護師、救急とか ICU とかだけをやってきた人で、ずっと病院を変えてもそこの ICU とか救急しかやってこなかった人間なんですけど、なぜだか癌とかの終末期の病棟に、消化器だったんですけど、亡くなる方が多い病棟に異動になって、ちょっと半年くらい経ったところで、それが辛くて辞めたっていう感じです。そしてここにね、うつ病にって書かれてますもんね。そうなんです。辛すぎて。やっぱこう、うん。今まで救急とかではなく、こういう終末期を見る、ところでしたら、やっぱお亡くなりになる方が多くいらっしゃって、それでちょっと病んでいくっていう感じなんですかね？そうです。なんかよく ICU とか救急でもすごい人死ぬでしょって変わんないでしょって言われるんですけど、なんか ICU とか救急の患者さんって、そもそも喋れるほど元気じゃないので、患者さんと会話するってあんまりないんです。そっか。で、終末期の病棟って一般病棟なので、最初ちゃんと喋ってくれて仲良くなるんですよね。で、それでこう、毎回亡くなっていくたびにっていうか、こう弱っていく過程を見守りつつ、亡くなってしまうっていう感じで、毎回患者さんが亡くなるたびに友達が一人死んだみたいな感覚になってしまって、もうなんか死ねば死ぬだけ落ち込むみたいな感じで、ちょっと終末期っていう場所は私には合わないなって思って辞めたって。そっか。やっぱコミュニケーションがね、こうしていった後でっていうことですからね。やっぱそこでちょっとおそう。腹になるのが精神的に来てっていうことなんですね。そしてうつ病になられていって、この後どうなっていくのか、それが激しい腹痛で即日入院ってありますけれども、これいきなりお腹が痛くなってきたんですかね？あ、そう、いや、なんか
入院する2週間くらい前から、派遣でバイトをしていて、ちょっと2週間くらい、途中で辞めるっていうのが自分的にはできなかったんですけど、実はその間2週間ずっと同じくらいお腹は痛くて、ええで、ずっと薬を、乱用のように薬を飲みながら痛みを止めながら仕事をしていたんですけど、その2週間が終わったところで、もうこれはもう無理だと思って病院に行ったっていう感じですね。そうなんですね。その病院に行った、ただその病院に行く過程も結構いろいろあったんですよね。そうなんです。で、お腹の右の、下の方、要は下腹部っていうところが痛くて、で、そこがあまりにも痛いので、婦人科なのかなとか、消化器なのかな、どっちかなと思って、最初婦人科に行ってみようと思って行ってみたら、何もないですって言われて、じゃあこれはもう消化器だろうと思って、で、手術するにしても、ちょっと大きい病院に行くの紹介状がないとダメだなって思ったので、かかりつけの内科に行って、で、一応診察もしてもらって、じゃあ右側だから盲腸かなって言って外科の病院に行くように言われて、紹介状を持って行って、で、そこでもう一回いろいろ検査したら、実は消化器系じゃなくて、やっぱり婦人科系だったっていうことが分かって、で、卵巣腫瘍ってその時言われたんですけど、卵巣が15センチくらいに大きくなっていて、普通は卵くらいの大きさらしいんですけど、それが15センチに成長してたっていうところで、結構これは危ないっていうところで、結構お腹も痛かったので、そのまま手術してくれるかなと思ったら、そこに婦人科がなくて、で、とりあえず一回帰っていいよって言われて、で、一回帰って、次の日そこの病院でもらった紹介状を持って、今度婦人科の病院に行ったんですけど、ただそこの婦人科の病院で言われたのが、私がうつ病になったばっかりだから見れないって言われて、精神科がちゃんとある病院で、治療を受けた方がいいって言われて、で、そこの病院で精神科があって、なおかつ婦人科を見てくれる病院っていうのを探してくれて、で、最終的にそこの精神科がある総合病院に行きました。でしかも自分で行ったんですよ。ね。そうなんなんか、うつ病があったら見てくれないとかあるんですね。そうですね。やっぱうつ病があるっていうのは、精神科の患者だっていう時点で、なんかあって暴れられたりしても嫌だなって思うってことですよね。ですよね。すぐ痛いとか、ああだこうだ言っちゃうっていう精神科の患者へのイメージっていうのも多分あるので、で、見れないって言われちゃった。そう。しかもそれ自分で行かれてっていうのはもうその痛い中、自分で全部病院に全て行ってきたってことですね。はい、全部車を運転していきました。うわー。その痛さって、なんか例えるならどんな痛さなんですかね？いや、どうなんでしょう。普通痛いなって言ったら、お腹痛かったら、お腹痛いなって抑えてれば、まあまあ、どうにかなる感じで、外側からどうにか温めたりとかして治りそうみたいな感じなんですけど、それはもう、痛すぎて、しかも内側から突き刺すみたいな感じで、痛くなりだしたら、もうすごい勢いで痛くなるので、痛くなる前に時間を見ながら、痛み止めの薬を飲んで、痛くならないようにしながら、後半2日くらい過ごしてたんですけど。おはでも、痛くなっちゃったら、ほんと中から突き破って出てくるんじゃないかくらいの痛みっていうか、もう痛すぎて、手が冷たくなって汗かくみたいなお感じの痛みでしたね。なんか内側から突き刺すような、そんな痛みだったってことですね。ですね。そんな痛い中で、こう、
いろんなその病院行って、そっちで入院していくから、こう、赤色のポジティブになっているってことなんですか？これは。あ、そうですよね。なんかこう、こんだけ痛いの一人で耐えてたんですけど、こう入院したら絶対痛いのを良くしてくれるはずだって思ったので、この痛いのとここでお別れだっていうウキウキ感でポジティブになっているって感じです。そういうことですね。そっか。は普通入院だとね、ちょっとネガティブかなと思うんですけど、そんなに痛い中でようやくこう入院できたって言ったところでポジティブになっている。そして入院されていった中で、手術を受けられていくんですね。はい。これこれはは、はい。これはね、これはあれですね。なんかその卵巣、その最終的に行った大きい病院で精密検査をしたら、卵巣がこう15センチくらいで大きくって、どうやら破裂しかけてるらしいっていうことになって、で、なんかこう、画像ではちょっとはっきりわからなかったみたいなんですけど、私があまりにも痛み止めが切れると痛がって薬くれって言うから、これはもうダメだってさすがに先生たちも思ったらしくって、で、なんか準緊急みたいな感じで、2日後くらいの夕方に手術になって、で、右の卵巣を取りましょうってなりました。それを腹腔鏡でされていくということなんですね。で、まあ、緊急で右の卵巣とか取っていかれて、その後、がん告知ということで、この卵巣の組織を取って検査してみたら、がんだったってことなんですかね。そうですね。これもなんかちょっとフラグがすごくて、なんかこの実入院の時点で私自分が看護師だっていうのを名乗っていなくて、はいはいはい。プロの一般人として入院してたんですけど、なんかこう、先生が何を言ってきたら、これはいいとか悪いとかっていうのは、こう、看護師なりの勘で分かるところがあるんですけど、この最初の手術の、それが多分木曜日くらいに手術してて、で、週明けの月曜日に外来で診察しますって言われて、下降りた時に、なんか先生がつらっと、いや、ちょっと癌だと思うんだよねって言ったんです。で、これ多分普通の人だったら、いや、まだわかんないけどねって言われたら、まだわかんないなって思ってくれると思うんですけど、やっぱり私ちょっと看護師の経験があるっていうところで、これを言った時点でもうなんか、もう確定なんだなと思ってで、先生に、これはどうして癌なんでしょうみたいな話をしたら、結局、術中所見、その、空教科の所見の中でいろんなこう、変なものが出てきていて、どうやらそれが癌っぽいっていうのを思った。だから癌だと思うって言ったんだよね、みたいな感じで後で、言われて。で、それを言われた、次の日に、一応正式、次の日じゃない。3日後くらいに検査結果の中間報告みたいなのが出て、そこで正式な告知にはなるんですけど、ただ外来でフライングみたいな告知があって、なんかちょっと大変で撃沈したみたいな。なんかこの観光地で撃沈した一番最初は、本当の告知じゃなくって、外来で先生が癌だと思うんだよねって言っちゃったその一言でちょっとここまで落ちた。そういうことか。まあ、ねえ。もう、看護師でもあるといったところで、これ、最初は、あれですかね、この腫瘍は別に、癌と思われてなかったってことなんですかね？いや、多分よくよく思い直せば、ちょっとこの画像のもやもやしたところが、癌の可能性もあるっていう話はしてたなっていうのをちょっと思い出したんですけど、でも私、その時卵巣腫瘍っていうものをネットで調べて、さあ、こう90% 良性なんですよね。卵巣腫瘍。で、まさか自分が10%に入ると思ってないのでもう絶対1週間で帰れるんだって思いのもと過ごしてたところで、癌だと思うんだよねって言われちゃったから、ちょっと違うでしょと思ってたのと違うでしょみたいな感じでどこまで落ちるみたいな
感じそっです。か。そんなね、岩国地、フライング岩国地を受け、そして下がっていく中でちょっと上がっていきます。それが、あ、その後、子宮も摘出していく。これどういうことですか？なんか、そうですね。なんかこの手術の時のタイミングで上がってるって思うとちょっと変かもしれないんですけど、ここからそこに至るまでのこの過程の中はいで、いろんな人が、はい。そこです、そこです。そこらはい。辺の過程で、私も、やっぱ子供が、治療は一択ですって言われて、で、それが、ほうほう。もう、それこそ卵巣を取って抗がん剤するって、子宮も全摘する。それしかないって言われて、もう子宮を残すとかっていう選択肢をもろもろない状態で治療を受けなきゃいけないっていう話を聞いた時点で、最初もうしないって思ってたんですけど、でもその友達とかにいろんな自分は癌になってしまったっていうことを言ったときに、他の看護師の友達とかが、いや本当に言うのはさすがに酷だとは思ってるんだけど、生きるための選択をしてほしいって、取れるものなんだ、取ってしまってもいいから、ちゃんと友達でいるから生きるために頑張ってほしいって、なんか同じようなことを3人くらいに言われて、うーそっか、ん。生きるために頑張るっていうか、生きるための選択をしてほしいって言ってくれる人が、家族以外にこんなにいるんだって思って、で、ちょっと、なんかそこでなんか気持ちが切り替わってってか、すっきりして、一回は治療を受けようって思って手術を受けたっていうところで、その告知の時よりも気分は上がっているっていうか。そういうことですね。この子宮も手術しないといけないっていうのは、もう卵巣を摘出した段階で子宮にも転移してるみたいなことが分かったってことなんですかね？あ、そうですね。なんか先生の言い方だと、卵巣を取った時に、その子宮の内診とか多分手術中にしたみたいで、じゃあなんか子宮の中から変なものが出てくるって。で、その変な出てきたものを細胞診に出した時に結局それも癌だったから、ちょっと最初は症状的に卵巣癌から行ったんだけど、子宮と卵巣どっちが先かわからないけど、どっちも癌だから全部取らなきゃいけないみたいな感じもああったし、あ、なんか、あ卵巣癌のステージ2だと、そもそも全部取る以外の選択肢しかないのかな。なんかそんな骨盤エクを空にしなきゃいけないみたいなニュアンスだった気がします。結局全部取る。怪しきは全部取るみたいな感じで取られてしまう。そうなんですね。うん。いや、ね、ちょっとこの時の葛藤はまたいろいろ後でもお話をお伺いしていきたいと思いますが、友人の励ましもあり、ちょっと上がっているといったところで、はい。そしてそこからちょっと次下がっていきます。それがこちら。実家が辛い。ほう。うん。実家が辛いというのは、そうです。退院されてから実家で療養されていくってことなんですかね？そうですね。なんかずそうです。ずっと一人暮らしをしていて、で、うつ病になったりとかもして、がん告知の後に、元々のかかりつけの精神科に、がんになりましたっていうことを言ったら、精神科的に一人暮らしを認められないっていう話をされて。いや、そういう確かに、ことを。もう頭も働いてなくて、もう玄関開けたら何したらいいかわからないっていうくらい、精神的にもうなんか行ってしまっていて、一人暮らしが危ないっていうのがあって、その2回目の大きい子宮とか取った手術の後に、引っ越しをしたんですよ、実家に帰るっていうところで。で、そこからもう実家に引っ越したっていう感じで、ずっと実家に過ごしてたんですけど、実家が辛いっていうのは、多分私20年くらいずっと一人暮らしをしてたんですけど、両親からすると20年ぶりに娘が帰ってきたみたいなニュアンスで、だいぶ嬉しいんですよね。そうなんですね。ほっといてくれないみたいな。うつで具合も悪いし、お腹の傷も痛いし、
もう本当に辛いんだけど、でも、なんかこう、ほっといてくれないから、親を構わなきゃいけないとか、その病気を理解してくれないところとかに、なんかすごいだんだんイライラして、もう実家が嫌だ、みたいな感じになってしまっていたっていう感じ。そういうことか。いや、大体ね、なんか、実家でゆっくり過ごせてよかったっていう風なイメージがあったんですけど、うん。そういうね、辛い時っていうか、まあ、そっとしておいてほしい時にそっとしてくれないっていうのが大変っていうパターンもあるんですね。ああ、そうですね。結構、あ結構、いろんな人に心配されてましたね。なんかあ、主治医とかも実家大丈夫って聞いてくるくらい心配してきてました。そっか。はい、そんな中でね、ちょっとこう上がって、ちょっとだけ上がりますが、まあ、ほぼは変わらないですが、5年生で調べる。この時にネットで調べられたりとかしたってことですかね？あ、そうですね。なんかちょっと、ついうっかり調べたみたいな感じなんですけど、なんかこう、ただどっちが、卵巣がんと子宮がんとどっちが、5年生存率が良かったかとか、なんかそこら辺はあんまり覚えてなかったんですけど、まあ、実家が辛いよりは、まあ良かったんですけど、こう地味に、多分これ、ここだけ見たら上がってる風なんですけど、ちょっと凹んでるんですよね。はい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 。数字的には上がってる風だけど、5年生存率を見て、意外と長生きしないかもしれないって思って、ちょっと凹んでるけど、あ実家より辛いよりはいいみたいなあ。感じです。そのちょっとへこんでるっていうのは、どういう理由からですか？なんか卵巣がんと子宮がん結局どっちが先発かっていうのをやっぱ調べてくれたんですけど、わからなくって。ちょっとね、ご視聴者の方はね、まあ、主治医に聞いていただいたりだとか、まあ、最新のね、データにアップデートされているかもしれませんね。あとは、がん情報サービスなどの、情報を、まあ、見てもらえたらと思います。はい。そして次がこちら。はい。薬物療法終了、体重が20キロ増ということで、あれこれ、薬物療法ってどっかでされてたんでしたっけ？あ、そうです。薬物療法は、この2回目の手術が終わって、2週間後くらいから、やあ、り始めました。そうなんですね。じゃあ手術の時にもう薬物療法されてる。じゃ、ちょっと追加でこちら入れさせていただきます。はい。薬物療法をして、TC 療法プラスアバツチンを、されていく。その中で、体重が20キロも増えたんですか？いや、そうなんですよ。なんか抗がん剤治療で私はほんとに痩せるとばっかり思ってたんです。痩せなか痩せなかそれはなんか、この副作用でってことですよね？ああ、そうですね。なんか、特にこれっていう理由を先生から教わったわけじゃないんですけど、自分なりになんかこう調べたりとか考えたりとかした時に、なんか吐き気止めを使うんですけど、その前に、その薬がよく効くようにステロイドの点滴をしてくれてあいて、それがまずなんか食欲とかを結構増やすっていうのがあって、それを一応抗がん剤って6クールやったのは半年近くやったんですけど、都度都度それをして食欲が都度増えてたりしたのかなっていうところが1個と、なんか卵巣がんと子宮がんっていうところで結局両方取ってしまったんですけど、卵巣がなくなるっていうことで、女性ホルモンがゼロになるんですよね。あ、それっはいはい。て、なんかこう手術した翌日から更年期みたいな感じになあってしまっあ。て、なんか確かに更年期みたいな症状は出てたんですけど、なんかそれの、なんかその過程かなんかで、こう脂肪を溜め込む。なんか突然女性ホルモンがなくなったっていうところで、なんか体が、なんかこう、命の危機じゃないかみたいな感じで勘違いをするらしく、なんか
なんか脂肪を溜め込む側に行くらしくて、それで結果、なんか気づいたら増えた、みたいな。で、うつ病の時も結構、なんか、うつ病の時はご飯食べれなくて10キロくらい痩せちゃったので、なんかそええの時から比べると、まあ、元々の体重よりは20キロ増えたけど、プラス10くらいなんですけど、ただ20はいはいはい。キロ増えちゃった事実はあるので、増えちそっか。ゃいました。今その卵巣の話もされましたけど、卵巣右だけですよね。左は残ってるんですよね。あ、いや、2回目の手術で、すいません、あ、この左付属器ってこいうのがれか。卵巣も入るんですよ。そういうことか。この左付はい。属器で卵巣も、じゃあ2つともここでもう切除してはい。るっていうことなんですね。そうなんか先生の話的に、なんかこう、子宮がんと卵巣がん、卵巣がこう、排卵するたんびにがん細胞をお腹の中に撒いてることになるから、そこら辺のがん細胞がついただろうところを一個も残しておけないっていう話をされてて。だから、全部取る、みたいな。なんか、腹膜ってあるじゃないですか。なんか腹はい。膜の上は、消化器、お腹とか腸とかなんですけど、腹膜の下が、あの、違う。腹膜の下が骨盤の中なんですよね。で、女の人はその中に子宮とか卵巣とかもろもろ入ってるんですけど、で、その中を取らなきゃいけないっていう話で、そこを取って、なんかリンパ節は、なんかそのお腹のリンパを取らないと、なんかステージの確定ができないみたいで、で、全部お腹のリンパを取りました。はい、ありがとうございます。そんな中で、まあ、この後ね、どうなっていくのかと申しますと、ではこちら。アルバイトを始める。ほう。うん。これはどういうことでしょう？そう。なんか、本当は、終末期の病棟を退職した時点で私は働きたくて就活とかをしてたんですけど、はい癌になっはいはい。てしまったので、先生に辞めなさいって言われて、働くのを辞めてたんですよね。で、それでも私は諦めきれなくて、抗がん剤の合間で働きたいって言い続けたりとかしてた時期もあったくらいだったんですけど、うんうんうんうで、ん。抗がん剤が終わるまでじゃあ働くのはやめようって思って、2、3ヶ月経った時に、こう、抗がん剤治療が終わって、よし、なんか働いてみようって思った時に始めたのが、なんか小学生向けのサッカー少年団の、泊まり込みの合宿の救護のバイトで、そへれを1回え。やってみた。やってみてどうでした？体力的な面だったりとか、いろんな面で。うん。なんかすごいどうなるかなと思って自分でもちょっとびくつきながらバイトに行ってみたんですけど、救護のバイトだったので、こう、怪我人が出なければ仕事がなくて、割と座ってられるような仕事だったので、なんかその体力的には意外と大丈夫で、なんああ、かむしろ子供たちがこう、泣きながら来ても、こうなんかいろいろやってあげたらありがとうございますって言って去っていってくれるんですけど、なんかこれしかやってないけど、ありがとうとか言ってもらえちゃうんだっていうのが、なんかすごい嬉しくって、なんか多分、あれですかね、しばらくそういうことも言われてなかったし、家と病院しか行ってないから、他の人との関わりとかもなかったんですけど、なんかこんなことでありがとうございますってこんなに言ってもらえるんだと思ってちょっと気持ちが上がったっていう。まあ、いいですね。もう以前ね、以前のね、お仕事と、まあ、全然こう、ね、対象も違うしっていったところでね。そっか。そして、その後はやりたいことを全部やると決める。これは何かきっかけがあったんでしょうか？そうですね。なんかこうやっぱり、なんかちょっとバイトを始めて、ちょっと上向きになったりとかもしたんですけど、やっぱりなんかいつ再発するんだろうって心配になって、なんか気づいたらへこんでるっていうことが何回かあって、再発してここまで元気になれるのかとか、
再発したらちゃんともう一回治療を受けれるかとか、すごい考えたんですけど、まあ考えてもしょうがないなってふと思ったんですよね。いや、もうどうしようかなと思って、なんかこうスピリチュアル的な話かもしれないですけど、その時なんか現実創造論とかこう引き寄せの法則とかっていうのにすごいハマっていて、そこでなんか言われてたのが、決めたらそれが起こるみたいな感じで言ってる人たちがいて、あ、決めたらどうにかしてくれるかもしれないとか、どうにかなるかもしれないんだって思って、じゃあもうやりたいこと全部やる、とりあえずっていう感じでこう決意をしたっていう感じです。おー。そして決意をされていかれます。その後、里親登録し、子供を預かる。里親登録されていくんですね。いや、そうですね。なんか里親自体はすごい興味があったんですけど、まあまあ30代だったし、もしかしたらまだ結婚して子供を産むかもしれないっていうので、ずっと先延ばしにしてやってなかったことではあったんですけど、なんかもう子宮卵巣がなくなって子供を産む可能性がゼロになったっていうところで、これはもう産めないんだから預かって育児をするしかないだろうっていうところで、決めて里親登録した感じです。で、子供が、なんか待つ人は待つんですけど、私は登録して3ヶ月くらいで。ああ、そうなんですね。うんええ、すごい。そして子供を、預かって、それは何歳ぐらいの子を預かられたんですか？あ、この子は2歳、あ、違う、1歳10ヶ月の女の子で、なんか、すごい風邪ひいて熱出してきてたんですけど、多分ええ、私が看護師だからっていうのもあって、ちょっと相談うん、してきてくれて、もううんうん。全然受けますって言って、受けて、2泊か3泊しかしてないんですけど、そああ、れでもなんかそうなん、こう、うん。赤ちゃんを預かったみたいな、ああ、可愛すぎて、こうウキウキします。ああ、そうだったんですね。そういったね、もう行動をされていかれた中で、ちょっと次下がっていきます。それが、彼氏さんと別れるということいやー、で、そうなんこれです。はこれはどういう流れでこうなっていったんでしょああ。なんか、この時言われたのは、やっぱり自分の子供が欲しいから別れるう？っていう風あに言われてしまって、でもなんかこう、別れて凹んでる割にプラス側にいると思うんです確かよ。に確かに確かに。うん。もうドーンってなってもおかしくないですけど、ちょっとうん。ね、ここですもんね。うん。そうなんです。でもそれは、なんかこう、まあ多分子供欲しいだろうなって思って、割と告知を受けた段階から、子供欲しいなら別れてくれ、欲しいだろうから別れてっていう話をし続けていたから、ああ、うん、まあ、いっか、みたいな。でもなんで、この時点でこう手術とかもろもろ終わって1年くらい経ってるんですけど、なんで今っていうところで凹みます。そっか。で、そんなね、もう別れられて、ただ、事前からこう言っていたから、まあ、うん。そうなるかもしれないっていうことも見越していたってことですよね。あ、そうですね。そっか、はい。はい。そしてそのね、中で上がっていきます。それがこちら、研修会で、体験談を話されるていく。うん。これは何かそういう機会があって、ご自身の体験談を話されることで、こうちょっと上がっているってことですよね。あ、そうですね。なんか入院してた病院で、病院って癌の患者さんとかいっぱい来るところだと、こう緩和ケア研修会っていう、こう緩和ケアをする人たちに向けた、こうお医者さんとか看護師とかに向けた研修会があるんですけど、その中のなんか講義の内容って国かなんかで決まっていて、で、その中の一
間に患者さんの体験を話を聞いてもらうっていう講義があって、で、そこで、もともと何回もやっていて、その体験談を話してくれる人っていたみたいなんですけど、私も一回聞いたんですけど、すごい暗くて、結構病院の人に言う講義にしては、医療者に対する不満ばっかり言ってる感じの体験談で、この時こう言われて辛かったとか、この時こうやって言われたからこう直してほしいとかって言ってる体験談で、これは確かに嫌かもしれないと思いながら、じゃあ自分の患者の経験と、看護師の経験も踏まえた上で患者の体験談として話したら、医療者向けなので、ちょっと面白くできるかなっていうところでやってみたところ、まあ、なんか割と好評で、自分の体験って、癌の体験ってすごいネガティブっていうか、いろいろ辛いことがすごいいっぱいあったんですけど、ここで話をしてみるところで、こういう経験もして意外と自分頑張ってきたんだな、みたいなのを客観的に見て、自分ってすごい、ちょっと思って上に上がった感じです。いいですね、いいですね。そんな中で、その後はこちら、大学に編入する。大学に編入する。編入っていうことは、1年生からじゃなくて2年生か3年生で入るってことですか？そうですね。福祉大学の通信課程なんですけど、3年生に編入できるよっていうことを教えてくれた人がいて、はいはい。で、ちょっと医療じゃなくて福祉っていうこの里親したりとかもしてたので、福祉っていう世界にちょっと興味を持っていたのもあって、大学に入ってみたんですけど、こうやりたいこと全部やるの勢いで入った感じ。すごいですね。そこからね、やりたいこと全部やるからもう、里親登録から研修会から大学編入したりとか、すごいですね、ここの活動的なところが。すごい。そしてね、その後、今のままで良いんだと知る。これも深いですね。これも何かきっかけが。はい。これは、これは多分私が看護師だからっていうのもあるんですけど、看護師とか多分ドクターとかもそうだと思うんですけど、患者さんは病気の診断を受けて、ショックを受けて立ち直るまでの、5段階みたいなのを国試で出るレベルで覚えるんですよね。じゃあ最後が、最初は否認とかで認めないところからなんですけど、なんだかんだあって最後受容、気持ちっていうか病気を認めて受け入れるっていうのが、大体その理論の最後だったりとかもして、で、私も働いてるときはいつか患者さんは病気を受容するんだろうって思って、日々見てたんですけど、じゃあ、いざ自分が病気になってみたときに、もうもろもろの治療が終わって何年か経ってるのに、開き直ってるだけで受容はしてないなって思ったんですよ。で、開き直りって、で調べたときに、開き直りは高度な否認であるっていうことが書いてあって、否認してるんだって。私、受容してなくて否認してることになるんだって思って、でただ知識として最後は受容だっていう言葉だけが残ってたので、受容してない自分って変なんじゃないかってすごい悩んでた時期があったんですよね。で、それを、その緩和ケアの研修会の体験談でちょっと喋ったりとかしたときに、そこにいた精神科の先生が、がんの緩和ケアの、界隈の人たちで言われてるのが、いい否認と悪い否認っていう言葉があるらしくて、で、村上さんはいい否認をするっていうスキルを身につけたんだよっていうことを言ってくれたんですよね。で、この受容するっていう理論を書いた人は、高齢者に対していろんなインタビューをして最後受容っていう、
結論を出した理論だから、村上さんくらいこう30代とかで若い人が、それを受容するなんてできるわけがないんだよっていう話をしてくれてて、なるほどと思って、いい否認だったんだっていうところで、それを知って、じゃあもうこのままでいいんだっていうところで好きにしたっていう。おー、すごい、深い。いい否認と悪い否認があるのか。おー。そういや、なんかすごい勉強になります。で、そのいい否認で今のままでいいんだと、村上様は思われていき、そして、その後、薬物療法に進まれていく、ホルモン補充。ホルモン療法されていくんですね。そうなんですね。そうなんですよ。これ、治療とか終わってたのか、告知とか受けても4年経った段階で、今年の年明けくらいって言われたんですけど、女性ホルモン最初補充するかしないかっていう話、手術の後直後、更年期の症状がもろもろ出てた時に、一回相談されてたんですけど、なんかこのホルモンを補充することによって癌の再発リスクが上がってしまうからしなくていいよって言われてたんですよね。じゃあしませんって言って、それを受け入れてたんですけど、で、4年経ってから突然、女性ホルモンって生きていく上ですごい大事なもので、30代で閉経して、年を取っていくと、なんかいろいろ良くないことが起こる。で、その動脈硬化とかで病気になりやすかったりとか、骨粗鬆症で骨が折れやすくなってしまうから、その女性ホルモンを入れて、それらを予防した方が健康的に生きていけるよっていう話をされたんですよね。でそれが、その場で一応やりますって言って薬は持って帰ってきたんですけど、なんか、再発のリスクを取るのか、それとも長生きできない可能性を取るのか、なんかどっちをどうしたらいいんだろうみたいな感じで結構悩んでた日々が、なんか1週間くらいあって。村上さん、それは、再発のリスクと長生きのリスクって、整理すると、どうすれば長生きされて、どうすれば再発のリスクが上がってって感じになるんですかね。なんか、女性ホルモンを補充すると、なんか、子宮とか卵巣は取っちゃったんですけど、なんか、乳がんとかの発症してしまうかもしれないっていうことを最初の頃に言われていて、女性ホルモンの関係で。で、だから、もしかしたらなんか再発っていう形で出るとしたら乳がんになるっていうことなんですけど、女性ホルモンが入ることでそこが上がってしまうっていうところと、その長生きするっていうところで見ると、女性ホルモンが入ることで、動脈硬化の予防ができて、骨が長い間丈夫でいられるっていうメリットがあるんですよね。で、だからこれまだまだ若いんだし、生きていくんだから、健康的に生きていくことを考えて、女性ホルモンを入れて、動脈硬化と、骨粗鬆症を予防して生きていきましょうっていう話をされたんですよ。でも悩みます。最終的に、ホルモン補充されていく、決め手というか、村上さんの中ではどう考えたんですか？そうですね。なんかこれはもうまたいい否認っていうか、開き直りなんですけど、なんか、全部取っちゃったし、もうならないだろうっていうところと、そもそもうちはがん家系じゃないんですよね。私だけががんなんです。だからもうなることはないだろうって思うことにして決めた感じです。そうだったんですね。で、今もホルモン補充はどれぐらいの頻度でされてるんでしょう？そうです。なんかこれも種類があって、注射するか飲むか、ジェルを塗るかって言われて、で、先生にお任せしますって言ったら、ジェルを塗りましょうって言われて、これはジェルは1日1回どっかで塗っ
塗ればいいよって言われて、毎日えこう、ジェルを塗る感じです。ああ、そうなんですね。毎日塗るという風なところで。ちなみに塗る場所はどこでもいいんですか？あ、なんか、先生から指示があって、私の場合はなんか手首から肩にかけてって指え示。え。あ、そうなんあるんですね。うん、じゃあ、手首から肩の、どこかに1日1回塗ってるっていうことなんですね。はい。はい。そして最後、こちら。精神科が終身ということで卒業されていくということなんですね。そうですね。なんか、そうなんです。なんか、うつ病になってからこう4年、5年近くかかったんですけど、まあ、その間、治療の間で悪化したりとかもあったんですけど、なんかちょっとずつ薬を減らしたいって先生に言い続けてたら、薬がなくなって、もうおー、いいよって言われたっていう感じ。おー、すごい。終身ということで卒業されていったということで、今に至るという感じですよね。はい。はーい。ありがとうございます。はい。そしてですね、ここからちょっと、いろいろ様々な経験を聞いてきたんですけど、各項目にちょっと、あの、ごとに、ちょっと深くちょっとお話を聞いていければと思いますので、ちょっと一問一答形式でちょっとお伺いしていければと思います。まずはこちら。はい。病院や治療の選択といたしまして、病院どのように選択したの、治療どのように選択したのっていう、シェアディションメイキングっていうね、言葉もあってね、患者さんと医療者が共に決めていこうという時代になってきているんですけれども、ただ今のお話聞いている限り、村上さんはこう、まずこの病院決めていくのはもういろんな病院にね、もうそれぞれここ行ってくれ、あれ行ってくれっていう風なことで、で、最終的に、精神科も見れる、そして婦人科もある病院でってことですよね。はい。そしてこの治療をね、こうされていく、手術をされていって、その薬物療法のところで、あの、こう、やっていくかやっていかないかであったりだとか、そういったところは、何か迷われなかったですか？やるやらないも含めて。うん。なんか告知の段階で、卵巣がんは治療が一択ですって言われてしまって、で、その一択の内容が、もう全部取るのと、抗がん剤ですっていう話をされたんですよね。なので私の中でもやるかやらないかの選択しかなくて、うんうん。やっぱ友達も言うし、とりあえず受けるかって決めた感じで、なんか選択肢はあんまりなかったかなうん。と思うんですけど、はい。ただその抗がん剤をするときに、なんか最初3クールでいいよって言われたんですよ。あ、そうなんですね。で、3クールにするか6クールにするか、どっちがいいかなって、後で聞きに来るわって言われたはずだったんですけど、多分なんか先生たちで話し合った時に、なんか腹膜播種もちょっとあって、ああ、そうなのか。なんか、そうなんですよ。腹膜播種もちょっとあって、それを3回で終わらせるのは、若い人にいかがなものか、多分家内でなったんだと思うんですけど、で、とりあえずやりきるっていう方向になったみたいで、ちょっとやっぱり6回やるわって言われて、それをなんか先生が決めてくれたみたいあ、な感じで、そうなの。なんか何も決めてないっていうか、波に乗った感じですね。うん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 。ねえ、そっかそっか、はい。そして、その後はね、ホルモン療法に関しては、先ほどね、おっしゃっていただいた、形かなと思います。なので、基本的には、医療者の方に、決めていただいたりだとか、そういったことをしながら、やっていくということだったという感じかなと思います。そんな中で辛かったことや副作用、後遺症なんですけれども、手術による後遺症など何かあったか、そういったところもちょっとお伺いしてもいいですか？はい。なんか副作用は、抗がん剤の副作用とか、最初の頃はなんかあんまなくって、で、3ヶ月くらい経ってから髪の毛抜け出したりとか、いろいろしてたんですけど、私なんかあんまり髪の毛抜けるの、そんなショック受けてなくて、
むしろ髪の毛抜けて帽子をかぶれる日々は今しかないと思って、ちょっとウキウキしながら過ごしてた感じで。で、その帽子も自分で作ってたので。帽子を自分で作ったんですか？すご。なんか、100均の付近に作ってたので、YouTube で動画見ながら作ってたので。なんかそこは、人によっては凹むんでしょうけど、私はそんな凹まなくて。でも副作用といえば私すごい、フランスパンがすごい好きなんですけど、はいはい。抗がん剤行った後、多分いろんな刺激に敏感になっていて、なんか多分もしかしたら痺れの一環だったかもしれないんですけど、口の中も結構そういう刺激に弱くて、いろんなものが、フランスパンももともと硬いですけど、いつも以上に口の中が痛いみたいな。口の中に当たったら痛くて食べれないっていうのが、最初、抗がん剤終わって2、3日くらいあった気がします。最終的には食べれるようにはなるんですか？そうですね。なんか、抗がん剤行った後、帰ってきてから1週間くらいかけて、だんだん調子悪くなったのが良くなっていくんですけど、その悪いのを抜けて良くなってきたら、ある意味元通りなので、なんか良くなっては来るかなと思っていて。で、ただ6回やっていくと、最後の方の副作用がちょっと重くなってきてて、なんでしょう。なんか薬が溜まっていくんだよって先生には言われたんですけど、あちこち痺れてるっていうか、なんか、副作用の症状がとりあえず強く出だして、後半5回目、6回目くらい。なんかそこら辺はちょっと辛かったかな、と思ったりしました。それも抗がん剤終わったらだんだん効いていくというか、元通りになっていくんですかね？そうですね。なんかゼロにはなってない気がして、なんか抗がん剤行った後、結構手とか足とか痛かったりとか、ちょっと痺れたりとかしてたので、なんか先生が漢方を処方してくれて、ずっと飲んでたんですけど、なんかある時もう飲まなくていいかなって、それはなんかがんの先生じゃなくて、いつものかかりつけの内科の先生と相談してやめてみたんですけど、意外と困らないっていうところで、やめはしたんですけど、やっぱりちょっと、なんか手動かした時に動かしづらいっていうか、変な感じするっていうか、あって、物もちょっと落としやすくなっちゃったかな、みたいなのがあって、やっぱり、なんかスッキリは良くならないところもあるかもしれないなって思ったのと、なんか私もともとうつもあって、そのせいじゃないかと思ってたのがあったんですけど、なんか、会話が続けられないっていうか、頭が働かなすぎて会話が続かなかった時期があって、普通に会話してても途中で何喋ってるか忘れちゃうっていうか、なんか変な時期があったんですよね。で、それを、がんの治療の相談員の看護師とかに言ったら、ケモブレインって言葉があるんだよっていうのを教えてくれて。村上さんはうつもあるかもしれないけど、ケモブレインの影響もあるかもしれないって思って様子を見てた方がいいかもしれないねって言われて、なんかちょっとそこら辺もちょっとどうなるんだよってざわざわしてましたけど、そこら辺、うつの経過なのか、抗がん剤の経過なのかわかんないですけど、抗がん剤終わってしばらく経ってから元に戻った感じは。ああ、よかった、それは。よかったです。そうしたら本当にそのケモブレインっていうね、ものかもしれないですね。はい。そしてちょっとね、この、次の、お話、支えになったことといたしまして、ご家族などはね、また後でもお伺いをさせていただきますので、それ以外支えになったことやもの、そういったものっていうと、やっぱり村上さんの場合、ご友人の方々ですかね？いや、そうですね。ほんとその通りで、私抗がん剤治療ってか、がんの治療中、コロナ真っ只中だったんですよね。
おお。なので、面会とかは一切できなかったんですけど、でもおかげさまでオンラインっていうのがこう反映しだした時代で、もう定期的に友達とオンライン通話をして、なんああ、かちょっいいですとスッキリね。してみたりとか、まあそれこそ治療を受けるか受けないかとかを悩んでた時も、いやちょっと生きる方で行こう。生きれるようにしよう。もし一人になっちゃったら、私がいるから大丈夫みたいな。私が責任取るくらいのことを言ってくれる友達がいて、じゃあもうとりあえず頑張るっていうふうに押してくれた人たちがいたっていうのが支え。ああ、いいですね。ね、そういうね、周りにそういう人がいたらね、治療もね、一人じゃないんだって思いますよね。そして、こちら、ご家族のことといたしまして、ご家族は当時は、はい、ご両親と弟さんがいらっしゃるということで、はい、ちょっとそうご両親ですね。や弟さんとの関わりについてちょっと教えていただいてもいいでしょうか？はい。両親は、そうですね、今一緒に住んでいるんですけど、当時実家にいたのは両親だけで、で、なんかこう、家に帰るか帰らないかとか、まあ、一人暮らしをやめるかやめないかっていう相談をした時も、もう全然快く帰っておいでって、もう、弟二人分の部屋も空いてるから帰っておいでくらいのことを言ってくれていて、すごいありがたく実家に帰っていきました。まあ、さっき言ったストレスとかもまあ、もちろんありましたけど、まあ、でもこう、帰っといでって、こう、ボロボロの状態で言ってくれる親がいたっていうのはすごいありがたかったな、と思っていて。で、うん弟うん。二人いて、まあ、真ん中の弟にはなんか、母が言ってくれて、あまりだも言ってこなかったので、ちょっとよくわかんないですけど。一番下の弟は、なんか、電話かけてきてくれたりとかして、ほんとなんかできることあったら、何でも言ってねって言ってくれる弟だったんですよね。うこんん。なに甘えさせてくれて、こんなに助けてくれる弟だったんだっていうのをそこで知って、なんていいおお。やつだと思って。でも、そこで頼んだのが、すごいあの、マンマンションっていうかアパートの雪かきを頼んでいて、私、冬だったんほうほう。ですよね、治療もろもろが。な冬だ冬で、しかもそれ、何年に1回っていうくらいの災害級の大雪が続いてた時期で、うーん。で、駐車場が埋まってしまって、この車を止められないだろうから、申し訳ないけど、引っ越すまで、そこの除雪をお願いしますって言って弟がやってくれたっていう。で、ありがたいことなんでしょうって、本当に家族はそうですね、うん。思いました。あ、雪かきか。はい。はい。あとうち、犬を飼っていて、あ、そうなんですあね。そうなんですよ。実は犬がいて、ボルゾイって、大きい犬がいるんですけど、それもやっぱりなんかこう、ただ何も言わずに寄り添ってくれる存在っていうところが、またありがたくて、モフモフしてあったかいっていうのもすごいいいんですけど、もうなんかこう疲れて喋れないけど、そのワンコが何も言わずにこう横にいてくれるってだけで落ち着くっていうか、うなんかん。こう、家族という支えの一つにもなったなって思います。うん。ねえ、そういうね、まあ、ほんとにね、ペットもね、家族ですもんね。そんな中で。うん。はい。ありがとうございました。そして、ちょっとですね、次の項目、こちら、妊用性のことといたしまして、やっぱりこうね、子宮や卵巣を切除していくという風なところで、やっぱ妊用性、子供を持つ、そういった能力のことを指すと思うんですけれども、その時の心境についてちょっとお伺いできまうん。すか？やっぱりこはい。う、ね、やっぱ女性の生殖器を取っていくってことに対しての、ちょっとうん。ご心境だったりだとか、そういうところをちょっとお伺いしたいんですけども、はい。そうですね。なんか、治療として、やっぱ、子供を産めなくなるっていうのは、やっぱ、絶望しかなくて、当時は。なんかやっぱ子供が
やっぱ里親をやろうって思うくらいすごい子供が好きなんですよね。なので自分の子供が産めなくなるってこんなこと人生で起こり得るか、しかも私に、みたいな感じのところがあって、すごい受け入れられなかったんですけど、ただ治療が一択って言われてしまったら、なんかこう、どうごねたらいいかもわからなくて、とりあえずじゃあ受けますって言ったんですよね。で、友達とかも、看護師の友達がちょっと多くって、先生がそうやって言ったならしょうがないとか、看護師だからこそ諦めがつけられる部分も確かにあったんですけど、看護師じゃない友達に言われた時に、なんかこう、もっとこう子宮を残すとか、もうちょっとなんかするっていう方法ないのってすごい言われて、こんなにこの考え方も普通だったらできたんだろうなって思ったりとかもして、で、ただその友達に言ったのは、自分のその、がんまみれな子宮と、がんまみれだろう卵子を、で、子供を妊娠しててか、子供がその中で成長することはできないよねっていう話をその友達にしたときに、それが自分に返ってきて、いや、確かにがんまみれになってしまった中で子供が育っていくっていうのは過酷っていうか、もう無理だろうなっていうところがあって、その話をして悲しかったけど、でもなんか確かにそうだなって腑に落ちて、なんか諦めがついたっていう感じがしますね。そっか。だからご友人に説明している中で、その言葉が自分にもこう入ってくるっていう感じだったんですね。はい。そっか。はい。ありがとうございます。そしてね、ちょっとこちら、はい。恋愛や結婚っていったところで、いや、このね、話、なんかもう自分で項目入れてめちゃくちゃこうね、なんか、この、さっきね、別れるっていう話も、ちょっとなんかこう、かと思うんですけど、こう、恋愛や結婚について、やっぱこう、支えててくれた人がこう別れるっていうのは、やっぱただそうですよね。こう村上さんの場合は、もう、そういう状況だから別れていこうっていう風な話もされてましたし、いや、難しいですね。いや、でもこう、言ってた時に別れなかったから、一緒にいてくれるだろうってちょっと思ってた部分があって、でもやっぱり彼なりに悩んでた部分はあったんだなって思ったりとかもして、なんかすごい、いや、申し訳ない選択とか申し訳ない経験をさせてしまったなっていう気持ちはやっぱりあるんですけど。いやいや、村上さんがそう思うって全然なんでもだって村上さんだってもう、癌の治療でね、ほんといっぱいいっぱいですし、そこまでそんな、もう、はい。いや、そうですね。でも、今かよ。今かよ。いや、そうですよね。今かよって。以上経ったわけですもんね、治療を終えて、ここら辺の治療を終えてから。はい。そうなんです。ですよね。逆にもう、じゃあもう、言うんだったらもうこれ終わったぐらいのタイミングで言ってくれよって話ですか？そうですね、凹んでる時に言ってくれれば、ここで凹む必要はなかったのにって。ああ、そうですね。ここでもう凹んでこのまんま行ってこのまんまこうなのに。はいはい。ってことか、そっか。別れたことによって、無駄な凹みが生じたっていう感じ。いやでも、確かにちょっと、すごい凹んで、一時期こう泣いたりとかもしてましたけど、なんかいろんな友達が、その状態でも、好きだって言ってくれる人は出てくるから、大丈夫だよ。大丈夫だよ。みんな言ってくれるから。じゃあそんなことがあればいいなって思いながら、日々過ごしてます。
そうですね。きっと、ね、そこを分かってくれる方がね、こう、あの、こう、出てきてくれてっていうことはね、今後あると思います。はい。うん。そうですね。今は、あの、フリーでいらっしゃるってことですよね。なので。そうですね。付き合ってはいないんですけど、そう、振っほうほう。たやつが数年後に突然街中でばったり会うっていうことえで、えもう別れた彼と再会はいはいして、飲みはいはい。友達くらいになりました。ああ、友達ぐらいになってるってことなんですね。結局お互いフリーってことですよ。ああ、あ、どうなるんだ。つって。そして次、お仕事のことといたしまして、まあ、この社会復帰っていったところで、アルバイトなどをされていってっていったところね、あったかと思います。そして、あの、まあ、ね、体力的には問題ないという風なところでお話しされていってっていうことでしたけれども、今のがんに関しては、お仕事をするにあたって、今はお仕事は、あれ、どうされてるんですか？今は老人ホームで週3回バイトしている感じでした。ああ、そうなんですね。うん。うんうん。で、それプラス、そのサッカーの最初にやったアルバイトが楽しかったはいはい。ので、それもたまにやる。ああ、そうなんですね。うん、こんな感じですか。やっぱうんうんうん。大学とかもあるので詰め切れないっていう部分もあるのと、あと里親をやっぱ重視している部分があって、なかなか週5で働くとか就職するっていう判断に至らない部分は確かにあるんですけど、でももしそれがなかったとしても、すごい看護師としてすごいがむしゃらに働いてた結果なのかちょっと病気になっていろいろ体を休めているので、なんか今更週5でバリバリ働くっていうか、夜勤とかまでしてまで働けるかなってなると、この5年っていう、4、5年っていう期間が、ブランクがちょっと心配で、なかなかうん。復帰ができないっていうのはうんうんうん。ありますよ。そっか。まあ、今はそういったちょっとアルバイトだったりだとか、そういったところで続けられてきているっていうことなんですね。はい。うん。ちなみに今里親の話されましたけれども、里親のあの、この時はその2泊3日みたいな話でしたけれども、あれですか、その以降もちょくちょく里親になられてっていうのはあるんですか？あ、そうですね。なんか里親も短期で預かるか、長期で預かるかとか結構選べたりとかするんですけど、なんか私、里親登録したとき、ほんと抗がん剤終わった直後で、帽子とか被ったまま里親登録したいですって児相に相談してたので、多分、その履歴がまだ更新されてないのか、長期の子供を委託するにはすごい心配だっていう児相側の判断もあるので、短期の子供しか来ないんですよね。でもすごい頻度で来ますね。すごい頻度で来ます。なんか、去年1年のうち11ヶ月違う子供が来てたんですよ。ええ去年だけで何人来たんだろう。登録してから今までで30人くらい来てるんですけど、おお。短期っていうのは、は、うん、短期っていうのは期間はどれぐらいなんですか？なんか1泊からマックス2ヶ月みたいな。なんあ、か一時保護っていう枠の中でうん来るこうんうんとが多いので、上限2ヶ月くらいなので、それをめどに、なんか親元に返したりとか、児相のうん。一時保護の施設に入ってみたりとかするんですけど、なんかうちに来る子たちはよくある虐待が発覚しました。今すぐ預かってください。っていう感じで来る感じなんですよね。おお、そういうそんな感じ。ことか。なのでなんか、札幌はやっぱ人口が多い分、事件も多いのか、よく来る
まあ虐待じゃなくても、お母さんが実は倒れてしまったので、やっぱシングルマザーとかが多いので、ああ、そっかなんかお母さん倒れると見る人がいなくてとか、あとはもうお母さん自体がもう限界で虐待する前に保護したいので預かってくださいとか、いろんななんか理由があって子供が来るみたいな感じです。ということですね。勉強になりました。ありがとうございます。次、こちら。はい。お金や保険のことといたしまして、治療費、だったりだとか、民間の保険とか入られていたのかであったりだとか、ちょっとお伺いしたいのですが、民間の保険入られてましたか？民間の保険入ってました。おー。じゃあ、治療費はそれで支払ってっていう風な感じですかね？そうですね。なんか民間の保険も入ってて、で、たまたまなんか、その1年くらい前に、もうちょっと貯金をしようと思って郵便局に相談に行ったら、貯金しながらも、なんか、保険もかけれるみたいな。満期になったらお金が戻ってくるよっていう保険があるよっていうのを言われて、たまたま入ってて、おー、すごで、い。両方降りたんですよね。そんなすごいことになってます。入ってて、なんか、がん保険とかじゃなかったんですけど、願掛けじゃないので。でも、なんか、よかった、入っといて、思って。そうなのか。それは何ですか？なんか郵便局の方から声かけていただいてって感じなんですか？それとも自分からそうしたいんですけど、相談していたんですか？だから郵便局には本当お金を増やしたいとか、そういう積み立てNISAをしたいですみたいな感じで言って、それこそその時なんかいくら貯金したいですみたいな相談に行った時に、なんかお金の貯め方として、その投資をするのと、定期で貯めるのと、病気になったらお金が減ってしまうから、それの予防策として保険に入りながら、なんかお金を貯めていくって方法と3種類やるのが安全だよって言われて。じゃあ保険も入ってきます。おー、それに入られていて、で、今回の時に出たっていうことなんですね。で、治療費はそういったもので賄ってっていう感じなんですかね？はい、全部賄いました。トータルでいくらぐらいかかってますか？いやでも高額医療が効いたので、抗がん剤も外来と入院選べるよって言われてたんですけど、なんか保険出していから入院にしてくださいって。で、入院でやったので、入院すると、抗がん剤までの間にほぼ毎月7ヶ月くらい連続で入院してたので、なんだっけ、3回か4回連続で高額医療を払うと、その後からまた高額医療の上限が下がるっていうのがあったので、最初は10万ずつくらい払ったと思うんですけど、その後、4、5万くらいで出たので、トータル60万くらい。トータル60万ぐらい。プラス他にもありますもんね。そうですね。なんだっけ、食費とか。はい。服代とか。でも今多分当時よりもうちょっとお金かかりますよ。なんか病院もセット化したりとか、ホテルみたいにもろもろセット化したりとかして、って聞きました。そうですよね。だから全部入れるともう100万ぐらいいってるんですかね？どうなんでしょいや、そうです。なんか後半服は自分で持ってったりとかして、ちょっとの節約をしてみたりとかしてました。そうか。了解です。こちらこそ。ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問いきますね。はい、次、こちら。工夫したことといたしまして、なんか癌の治療中、もしくは治療の後、何か何でしょう、村上さん的に、こうしたなっていうのあったりとかされますか？
なんか抗がん剤中、治療中は、なんか入院するたんびに緩和ケアチームが、なんか会いに来てくれてたっていうか、回診があったりとかはしたので、で、なんかその告知された時のショックの状態が緩和ケアチーム的にだいぶやばいと思ってたみたいで、で、臨床心理士さんが毎回、入院するたびに毎日面会っていうか話聞きに来てくれていて、もう絶対なんか言うみたいな。なんか、ちょっと気になったこともすぐ言うみたいな感じで、なんかチーム、なんか言ったら、じゃあこれは看護師に言っとくねとか、これはお医者さんに言っといた方がいいかなとか、すごい常に相談に乗ってくれる環境が闘病中はあって、それはなんかすごい、それをうまく使おうって思ってたのがちょっと工夫だったかな。緩和ケアの看護師さんが来てくれたんですね。どっちも来てましたね。なんか臨床心理士も来てたんですよ。チームの中に臨床心理士さんがいて、なんかいっぱい話を聞いてくれるのは臨床心理士なんですけど、でも絶対チームで来るので、ドクターとその認定の緩和ケアの看護師さんとか割とセットで出る感じ。チームで活動されてるからってことか。ではその、緩和ケアチームの方にいろいろ相談して、ちょっと、お願いなどしていったってことですね。はい。そして次こちら、情報なんですけれども、がんに関する情報であったりとかね、今回のペーシェントジャーニーの中でも、5年生存率の情報などっていうのはあったかと思います。こういったものはやっぱ、あれですか、ネットで調べていくっていう感じなんですか？それとも医療者から、こう、大体治療の情報に関しても、こう、言ってもらうのか、こう、村上さん的にはどうしたんでしょう？そうですね、なんか、治療の薬とか副作用とか、そこら辺は毎回、なんか先生からも抗がん剤使う前は薬剤師からちゃんと説明があったりとかもしてたので、あえて自分で携帯とかで調べるよりかは、直接こう、細かに聞けるっていう環境はあったので、あんまり積極的にネットで調べなかったんですよね。で、ただその、ちょっと5年生存率を調べたりとかしたときに、すごいそのびっくりしたっていう経験があったので、で、ましてや自分が医療者だっていうところを考えたときに、変な情報に当たったときに、いい作用がないかもしれないと思って、もう後半、あえて情報収集してなくて。あえてね。なんかこう困ったら、直接スタッフとかに相談して、なんか自分の疑問を都度解決してもらえるようにしようっていう風にして、調べたら調べたでなんかどれが本当か嘘かわかんなくなっちゃうし、逆にそれで不安に駆られてうまくいかなくなる方が自分的に辛かったので、なんか聞くようにしたみたいな感じの医療者に聞いて、戦略的に外部の情報はシャットダウンしたってことですね。はい。そんな感じです。そして次こちら。がんになる前と後で変わったことといたしまして、これ精神的な面、身体的な面、どちらでも構わないのですが、なる前と後で何が一番村上さん的に変わったと思われますか？一番変わったのは、無理をしすぎないところが変わったかなと思って、なんか、すごい、もともとはすごいがむしゃらに働いて、常に全力100% でいって、もっと頑張らないときは 120% 出すくらいの勢いで頑張ってたんですけど、鬱になったりとかもしたのもあるし、すごい頑張って働いてきてこういう癌になるっていう結構ショッキングな体験が起こるんだったら、もうなんか自分を大事にしてもいいかなみたいな感じの考え方に変わって、自分を大事にしようとか、頑張りすぎないとか、無理をしないっていうふうに考えれるようになったっていうのは一番変わったところかな。無理をしすぎないっていうことですね。大事ですよね、それもね。そしてそんな中で、あの時の自分へと
いうことで、がん治療をしている時でも、がん告知されている時でも、どのタイミングでも構わないので、あの時の自分に何かこう言葉がけ、もしくはこう伝えるよっていうことを言ったら、どんなことを伝えますか？いやー、なんか多分、自分が看護師の経験があるからと思って、すごい看護師に気遣ったりとかしてた部分があったんですけど、今なって言うんだったら患者なんだからもっとわがままになっていいんだよっていうことを言ってあげたいです。結構医療者あるあるかもしれないですよね。医療者で看護師さん、これ大変そうだなとかね、わかる分、ちょっとナースコール書いてみたりとかね。そうです。自分でなんか対応してみたりとか、それこそ一番最初の治療するしないに関しても、自分が治療しないって言ったら、これから治療を受けさせるために、医者と看護師は話し合いをして私を説得できるだろうっていうところまで考えて、そこの迷惑もかけられないと思って、最初なんか治療するっていう風に言ってみたりとかもしてたので、なんかすごい患者になりきれない残念な患者だったなと。そっか、そこまで見越して。辛い。辛いですよね。そっか。わかる分ね。ただ、そんな、ことを思わなくていいよっていうことを言いたいってことですよね、あの時の自分にね。言いたいです。そっか。いや、もう、はい、見てる方はね、ぜひ自分の本当に、言いたいことを言ってもらえたら方がいいかなと思います。はい。そして次こちら、大切にしたいこと、夢や目標など、今後こうやっていきたいよでもいいですし、今これを大切にしたいよでも構わないので、何か村上さんが今大切にしたいことありますでしょうか？なんかやっぱり、やりたいことをやるっていう考えは持ち続けたいなって思ってて、ただやりたいことをやるって、もう死ぬかもしれないからやりたいこと全部やろうっていう感じで割と推し進めた感はあるんですけど、しかも無理やりなんかやりたいことをちょっと探してたところも、生き急いでる感もあったんですけど、今もう5年を経とうとしてるところで、そんな焦ってなんかする必要もないし、自分のペースでうまくやりたいことを見つけて、それをやりたいなと思ったらやりたいときにやっていこうみたいな感じで、なんかそこの考えを大事にしていきたいなと思います。はい。やりたいことをやっていく。いや、もうね、村上さんね、もう着々といろんなことをされてるのでね、それは本当に、もうこの後どうなっていくんだろうなっていうのすごく、楽しみでもあります。はい。そんな中でですね、ちょっと最後のメッセージをいただく前に、ちょっとだけインフォメーションを挟ませてください。まず、がんノートについてですね、がん経験者のリアルな体験内情報を届けていく、そんな YouTube、ウェブメディアのがんノートでございます。治療面だけではなくて、家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児など、生活面にもフォーカスしてお届けをしております。また、今までにですね、ちょっとがんノートのメディアについてだけお話をしていたんですけれども、今、活動としては自治体や病院、学会などと、共同して企画したりとかするイベントもありますし、あと小学校、中学校、高校などでのがん教育、出張事業などにも、取り組ませていただいております。はい。そんな、がんノート、今までのがん経験者のですね、がん経験者のリアルな生活といった、こういった本を出版させていただいておりますし、オーディブルなどでも、聞けますので、もしよかったらまた聞いてみられたらと思います。またここまで見てくださっている方、もしよければチャンネル登録されてなかったらチャンネル登録だったりとか、あと高評価、コメントなどで応援してもらえると嬉しいなと思いますので、ぜひこの動画が終わるまでにお願いできたらと思います。そして、もし私出てみたいよ、僕出てみたいよという方は、出演応募っていったところががんノートのホームページからできるようになっております。こちらにフォーム入れていただきましたら、事務局からメールを差し上げたいと思ってるんですけど、最近たまにちょっとメールが
いかない方もいらっしゃいますので、もしそういった方がいらっしゃいましたら、またお問い合わせからご連絡、いただければということを思っております。村上さんもあれですよね、こちらの出演応募フォームからいただいてっていうことで、ガンノートはご存知でしたか？実は知らなかったんです。お、はい。じゃあどういったきっかけで応募してみようとなったんでしょう？あ、なんか医療者たちに、自分の体験を喋ってたんですけど、それって医療者目線っていうか、やっぱ看護師の立場と患者の立場と両方踏まえて喋ってて、しかも医療者が欲しい情報を喋ってるみたいな感じのところがあったので、一回一人の人として、一人の患者として喋ってみたいなっていうのがあって、応募してみました。おお、そういうことですね。だから、一人の人としてって言ったところで、今回はどうですかね、一人の人として喋れてますかね？大丈夫ですかね？大丈夫です。良かったです。ありがとうございます。はい。そんな中でですね、もう最後のメッセージとなってまいりました。村上さんからですね、視聴者の皆様に向けてメッセージをいただいております。それがこちらになります。私からのメッセージは、授業しなくてもいい、納得いかなくてもいいっていうことをお伝えしたいなと思います。でこれは、私が、看護師の経験があるからっていうところもあるかもしれないんですけど、いつか病気を授業しなきゃとか、受け入れなきゃいけないっていうことをすごい考えていて、そこがすごい悩みでもあって、辛いところではあったんですけれども、なんかある時、自分の経験を病院でお話ししてた時に、精神科の先生が別に受け入れられなくても大丈夫っていうことを言ってくれました。で、それが、このまま受け入れなくても治療ができればそれでいいんだなっていうふうに思えたので、こういう文章にしたんですけれども、多分皆さんも最初びっくりして受け入れられなかったりとかするかとは思うんですが、無理に受け入れようと思わなくてもいいかなと思います。自分が思う最善の選択ができるように、なんか自分が授与できなくても選んでほしいなと、授与しなくても大丈夫だよっていうことをとりあえずお伝えしたいなと思って、このメッセージにしました。はい、以上です。ありがとうございます。受容しなくていい、納得いかなくてもいいっていう風な形でね。なんか僕も、こう村上さんのお話の中で、やっぱ、いい避妊と悪い避妊があるであったりだとか、なんかありのまま受け入れてもいいよみたいなことだったりだとか、やっぱこうね、そういう、やっぱこう、自分の中で、なんでしょう、これでいいんだって思えることっていうのは、やっぱ治療していく中で非常に大事ですよね。いや、そうですね。いや、もしかしたら、病院の人とか、いつか受け入れられるからって良かれと思ってアドバイスとして言ってくれる人っていると思うんですけど、でも無理なものは無理なもので、無理なのは無理だと思って、受け入れられなくてもいいから、とりあえず私としてはできれば治療を受けていただきたいなって思いますっていう感じ。うん。はい、ありがとうございます。はい、こういった形でですね、がんノート、もう終わっていくわけにはなるんですけれども、村上さん、はい、こう、出てみていかがでしたでしょうか？すごいもっと緊張するかなって思ったんですけど、岸田さんすごい話しやすいので、いっぱい話ができて、ちょっとはい。良かったなと思ってます。なんだ、僕ら、やっぱりうなずいてるだけですから。なんか真面目な観点から言うと、やっぱ喋ってみることで、やっぱり自分こうやって頑張ってきたんだなって思えるっていうのは、すごい自分としてはいい経験かなって思いました。ね、今回をきっかけにね、やっぱこう、村上さんのペーシェントジャーニーもね、できて、こういう風に、なってるんだなっていうのも視覚的にもね、分かっていけたかと思いますし、何よりもやっぱそれをこう、包み隠さず、こう、全てをね、こう話してくださった、やっぱ村上さんのこの経験談が、きっとやっぱ同じように、
例えば卵巣や子宮を切除された方も、村上さんはこういうふうに思われてるんだっていうふうなことで、ちょっとでもヒントになったらね、それほど嬉しいものはないかなということを思っていたりとかします。村上さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それではこれにて終了していきたいと思います。皆さん次の動画でまたお会いしましょう。ではバイバーイ。